与那国島の海底に眠る巨大構造物、それは単なる自然のいたずらか、それとも人間ではない何かの跡なのか。今から世界中に点在する我々の常識を覆す5つの禁断の遺跡を紹介します。本編に入る前に、もしこうした世界の謎やミステリーがお好きでしたら、ぜひ高評価とチャンネル登録、そしてシェアをお願いします。あなたの応援がこの謎を解明する大きな力になります。それでは人類史の闇に迫りましょう。第一の遺跡、ギョベクリテペ。農業が誕生する前、人類がまだ狩猟採集をしていた時代に作られた神殿です。もしあなたが文明は農業から生まれたと信じているなら、この遺跡はその常識を根底から覆すでしょう。何千年もの間、人類の歴史は決して壊されることのない秩序に従って書かれてきました。仮、採集、農業の発明、定住、村や都市の形成、そして宗教が生まれ、神殿が建てられる。しかしギョベクリテペはこの論理を完全に逆転させました。伝説や推測ではなく、重厚な石という事実によって数千トンもの石が精巧に彫刻されています。人類が一粒の麦も育てられなかった時代に、一体誰がこの神殿を建てたのでしょうか。1、ギョベクリテペとは何か。なぜ存在してはならないのか。トルコ南東部の丘に位置するこの場所は、一見古代都市のようには見えません。住宅も火を焚いた後も生活の痕跡もありません。あるのは地中に深く埋められた巨大な石の円玉木だけです。 T 字型の石柱は高さ6メートルに達し、1本の重さは10トンから20トン以上。その表面にはライオン、ヘビ、野牛、ハイエナ、ハゲワシ、クモ、サソリなどが驚くほど正確かつ象徴的に立体的に彫り込まれています。この遺跡の年代は約11600年前、ストーンヘンジより6000年以上、ピラミッドより7000年以上も前、そして何より農業が始まる少なくとも1500年前のものです。2、説明不能な矛盾。歴史の教科書によれば、農業を知らない社会には石膏を養う余裕も大規模な労働組織も巨大な石を運搬し彫刻する技術もなかったはずです。しかしギョベクリテペは現実に存在します。それも一つの石柱ではなく、何層にも重なった数十もの石の輪が数世紀にわたり立てては壊し、また建てるという作業が繰り返されました。そして最も奇妙なのは、使用された後、これらが故意に人の手で完全に埋め戻されたことです。崩壊したのではなく、封印されたのです。なぜでしょうか。3、仮説その1、宗教が文明の前に生まれた。これは学会を最も困惑させる仮説です。宗教は社会が発展した後の産物ではなく、宗教こそが社会を作り上げたという証拠です。人々が集まったのは食べるためではなく、信仰のためでした。バラバラだった狩猟採集民が生存を超えた神聖な儀式のために一箇所に引き寄せられた。儀式を維持するために定住し、その食料を確保するために農業が生まれた。もしこれが正しければ、石柱は単なる建造物ではなく、人類最初の社会の接着剤だったのです。では、もしこれが未開の人類によるものではなかったら。4、仮説その2、失われた文明の記憶。一部の独立研究者はより危険な仮説を立てています。建設者は原始人ではなく、かつて存在した高度な文明の生き残り、あるいは後継者だという説です。最後の氷河期の前に存在し、天体衝突や大洪水などの世界的な大惨事で滅びた文明。生き残った人々は記述や文字を失いましたが、記憶だけは持ち続け、この場所を最後のアトマニウム記念碑として建てたのかもしれません。動物の彫刻は装飾ではなく、当時の星座を示す星図であるとも言われています。5、仮説その3、人間ではない存在のための場所。これは最も物議を醸し、検閲の対象となる仮説です。 T 字型の石柱には顔も性別もありませんが、腕があり、ベルトがあり、衣服を身につけています。人間のような姿をしていますが、人間ではありません。ギョベクリテペは神を崇拝する場所ではなく、神と呼ばれた実態に仕えるための場所だったという説です。それは超自然的な意味ではなく、基地の歴史の外、あるいは地球外の存在かもしれません。彼らが去った後、この場所は役目を終え、タイムカプセルのように埋められたのでしょうか。6、なぜ今も埋められたままなのか。現在発掘されたのは全体のわずか
5% に過ぎません。残りはまだ地中にあります。資金や時間が足りないからではありません。新たな発掘のたびに既存の歴史学が答えられない問いが突きつけられるからです。ギョベクリテペは歴史の一部を壊したのではなく、文明形成の秩序すべてを破壊してしまいました。もし人間が農業を知る前に神殿の建て方を知っていたとしたら、次の遺跡はさらに恐ろしい問いを投げかけます。この地球上には最初から人類のためではない構造物が存在するのではないか。第二の遺跡、太陽の底に眠る与那国島海底地形。歴史が始まる前、一体誰がこれを作ったのでしょうか。もしあなたが人類文明の歴史はわずか数千年足らずだと信じているなら、沖縄県与那国島の沖合、冷たい海水の下に横たわる光景はその信念を打ち砕くことになるでしょう。海面下25メートルよりも深い場所に巨大で鋭利で信じられないほど左右対称な構造物が存在しています。私たちが教わってきた歴史が完全なものであるならば、決して存在してはならないものです。そして最も恐ろしいのは、それがそこにあることではなく、海に飲み込まれるはるか昔からそこに存在していたという事実です。1986年、地元のダイバーがシュモクザメの群れを探している最中にこれを発見しました。彼が目にしたのは海底から突き出した巨大な石の階段でした。その表面は平らで、核は機械で切り出したかのように鋭く直角に切り立っていました。科学者たちが潜水調査を行うと、幅約180メートル、高さ27メートルを超える構造物が姿を現しました。階段上の照らす直線的な溝、完璧な90度の角、そして数十メートル続く階段。それは単なる岩の塊でも崖でもなく、海底に忘れ去られた横たわるピラミッドのようでした。科学界はすぐに2つの派閥に分かれました。一つは砂岩の自然な亀裂と波の侵食が数百万年かけて作り出した自然の産物であるという主張。しかし琉球大学の木村正明名誉教授を含むもう一派はより危険な確信を持っています。それは与那国には意図的な加工の跡があるという点です。木村教授は単なる階段だけでなく、平行に走る溝、建物の土台のような穴、そして一度設置された後に取り外されたかのような石のブロックを発見しました。中には人間の頭や動物、自然物とは思えない抽象的なシンボルに見える岩もあります。さらにその深さでは自然に形成されるはずのない長く平らな通路さえ存在します。問いが生まれます。誰がこれを作り、なぜ海に沈んでいるのか。答えを知るには時計の針を大きく巻き戻さなければなりません。約1万2000年前、最後の氷河期が終わりを迎えました。海面は約120メートル上昇し、世界中の沿岸部や陸橋、かつて人が住んでいた場所を飲み込みました。現在の与那国海底地形は海の中にありますが、かつては巨大な陸地の一部であり、古の文明が発展するのに十分な環境だった可能性があります。もし与那国が海面上昇の前に作られたのだとすれば、その年代はエジプト、シュメール、私たちが歴史の始まりと呼ぶあらゆる文明よりも古くなります。もしこれが人工物であるなら、氷が溶けて海が迫り来る前に巨大な石像建築を作る技術と組織力を持った戦士文明が存在し、そして跡形もなく消え去ったことを意味します。戦争ではなく惑星の変動によって消滅した文明です。一部の研究者はさらに踏み込み、これがアジアや太平洋の古文書に記されたムー大陸やレムリアといった失われた大陸の伝説と関係があるのではないかと問いかけています。伝説によれば、高度な天文地質学石像技術を持った海洋文明が存在し、大洪水によって飲み込まれたとされています。恐ろしいことに、与那国は孤独ではありません。インドの海岸、キューバ、地中海など世界中の海底で同様の構造物が発見されています。それらはすべて1万年から1万2000年前の海面の高さに対応する深さに位置しています。果たして与那国は沈んだ世界の残されたかけらなのでしょうか。正当な歴史学が認めたくない、あるいは認めるのを恐れている世界の一部なのでしょうか。しかし最大の謎は残ります。なぜこれほどまでに正確で幾何学的なのか。自然にしては意図的すぎ、基地の文明にしては古すぎる。現代文明とは異なる地性の産物だとしたら、その地性は
一体誰のものだったのか。次は海を離れ砂漠へと向かいます。そこにはあまりに古く多くの文明の攻防を見守ってきたかのような構造物が存在します。現代の科学測定が今の形で存在するはずがないと示している場所へと。第三の遺跡。人類以前の観測者たち。私たちのためではない。残された足跡。第1部で古代の技術を超えた建造物について、第2部で隠されたタイムラインについてお話ししましたが、第3部では全ての疑惑をさらに恐ろしい段階へと引き上げます。それはこれらの遺跡は最初から人間などのために作られたのではないという仮説です。想像してみてください。あなたは巨大な石くれの間に立ち、ミリ単位の精度で刻まれた溝や現代の機械でも困難なほど完璧なカットを目の当たりにします。しかしそこで異常なことに気づくのです。全てが大きすぎ、高すぎ、人間の身体の比率とはあまりにかけ離れていることに。私たちがそれを作ったのではなく、私たちはただ5から来たものに過ぎないのではないか。このセクションの最初の遺跡はスリランカのジャングル深くに眠る考古学者たちがランマスウェアナと呼ぶ場所です。一見すると普通の古代石像遺跡ですが、奥へ進むと同心円状に分けられた円盤状の石碑が見つかります。そこには基地の古代言語のどれにも属さない数十もの記号が刻まれています。それは文字でも宗教的なシンボルでもなく、アルタネの図面のように見えます。正当な歴史学ではこれは象徴的な宇宙図であるとされています。しかし問題はその記号に芸術性が全くないことです。それらは機械的な精度で刻まれています。記号間の距離、円の比率、すべてが一貫した数学的法則に従っています。独立した研究者たちがこの図を現代の製図と比較したところ、古代人が肉眼では観測不可能だったはずの星系を含め説明のつかない一致が多数見つかったのです。論争を呼ぶ仮説はここから始まります。もしこれが人間のための地図でないなら、一体誰のためのものなのか。これは崇拝のためではなく、航行のためのガイド、あるいはオリエンテーションボードであるという説があります。さらに不気味なのは、この石碑が空をまっすぐに見上げる位置に配置されていることです。望遠鏡も文字も必要とせず、ただ理解するだけで天体観測と直接連動するように設計されているかのようです。舞台を中東へと移しましょう。ヨルダンの砂漠にはジェベルムバと呼ばれる古代構造物があります。山の頂上には極めて正確に切り出された平らな石の基盤が存在しますが、そこには神殿の跡も生贄の祭壇も生活空間もありません。あるのは水平線上の特定のポイントに向かって平行に走る深い溝だけです。科学的な測定の結果、これらの溝は数千年にわたる長い周期の中で特定の星が上り沈みする位置と完全に一致していることが判明しました。問題は古代人がそのような超長期的な星のサイクルを追跡する必要がなかったという点です。農業のためでも宗教のためでも生存のためでもない、目的が人間のものでない限り説明がつきません。ここで観測者仮説が生まれます。初期の人類と並行して、あるいはそれ以前に別の知性が存在していたという説です。それは必ずしも一般的な宇宙人を意味するのではなく、地球上で進化したものの明確な生物学的痕跡を残さなかった存在かもしれません。これらの遺跡は住居でも神殿でもなく、空を、地質を、そして地球自体の進化をモニターするための観測ステーションだったのではないでしょうか。次は再び日本の与那国島です。海底に沈む巨大な石くれ、巨大なテラス、完璧な直角、そして虚無へと続く階段。もしこれが自然なら驚くべき幾何学的な意志を持った自然です。しかしより恐ろしい仮説はその規模にあります。与那国は人間が住むために作られたようには見えません。空間が大きすぎ、生活の道具も土器も人骨もありません。一部の研究者はこれが完成された建物ではなく、その上に存在した何かを支えるための土台あるいはプラットフォームだったのではないかと考えています。この説は与那国の構造物をギザのピラミッド、プマプンク、バールベックといった世界中の巨石遺構と結びつけます。それらに共通するのは周囲の文明の技術レベルをはるかに超えた巨大な骨組みとしての基礎です。あたかも別の文明がこの世界のスケルトンを作り、人類は後からやってきてそれを再利用し、神話という物語を上書きしたかのようです。そしてこの仮説をさらに深く必要なものにする詳細があります。多くの古代文化において人間は自分たちが最初の建設者であるとは決して主張していません。シュメール人は
神々が天から降りてきたといい、マヤ人は都市を継承したといい、古代エジプト人はピラミッドは人間が統治する以前の最初の時代の遺産であると断言しています。このセクションの最後の仮説は科学のタブーに触れます。もし地球がかつて観測地点だったとしたら、宇宙の中心ではなく、自然と宇宙の長いサイクルを見守るための安定し、多様性に富み、静かな中継基地だったとしたら、人間のものではない遺跡は、遺産ではなく、観測者が去った後の食べ残しのような痕跡に過ぎないのかもしれません。最も恐ろしいのは、彼らは誰かという問いではなく、その次に来る問いです。もし彼らが観測のために、ここにいたのなら、彼らは今、人類という名の実験に、何が起きたのかを確かめるために戻ってきているのではないか。これらの遺跡は都市ではありません。装置なのです。もしそうなら、問いはもはや誰が作ったかではなく、地球は何に使われていたのかに変わるのです。第4の遺跡、ナンマドール。人間のものではない石の都市。広大な太平洋の真ん中、ミクロネシアの島国に、考古学者たちでさえ、最終的な結論を出すことを、躊躇する遺跡群が存在します。その名はナンマドール。完全に水上に建設された古代都市です。セメントも漆喰も金属も一切使われていません。90以上の人工島が運河で結ばれ、数百億個もの柱状玄武岩のブロックで構成されています。一つ一つの石の重さは5トンから50トン。恐ろしいのはその数字ではなく、一体誰がどうやってこれらをここまで運んだのかという問いです。ナンマドールの近くに石切り場はなく、引きずった跡も車輪も動物を使った形跡も金属製の道具も一切見つかっていません。正当な年代測定では西暦1200年頃に古代ミクロネシア人によって建設されたとされています。しかし地質学者たちがこれらの玄武岩が40キロ以上離れた別の火山島から運ばれてきたものであると突き止めた時、その定説は崩れ始めました。外洋を渡るための巨大な輸送船の証拠もなく、これほどの重量物を移動させる航海技術の伝統も存在しないのです。危険な問いが浮上します。ミクロネシア人でなければ一体誰が。地元の伝説ではナンマドールはオロソパとオロシパという2人の魔法使いの兄弟によって建てられたと伝えられています。彼らは人の力を使わず、空からの声と音の力によって石を宙に浮かせて運んだというのです。何世紀もの間、これはただの神話だと片付けられてきました。しかし現代の研究者が積み上げられた石の構造の中に奇妙な音響共鳴の仕組みを発見したことで状況は変わりました。ナンマドールの一部の部屋は共鳴室のような響きを作り出すことができます。これによりある論争を呼ぶ仮説が浮上しました。音はかつて物質を浮遊させたり安定させたりするための未知のテクノロジーとして使われていたのではないかという説です。第一の仮説は慎重なもので過小評価されていた海洋文明の産物であるというもの。しかし同時代の他の建造物と比較するとこの説は大きな壁にぶつかります。周辺地域にはナンマドールほどの精度、規模、そして生存という目的から逸脱した構造物は他に存在しないからです。この都市には耕作地も自然の清水はじめも防御上の利点もありません。住居というよりは儀式センターのように見えます。しかし誰のための儀式だったのでしょうか。第2の仮説は安全圏を飛び越えます。一部の研究者はナンマドールは人間が長期滞在するために作られたのではないと考えています。通路は群衆には狭すぎますが個人が通るには広すぎます。天井が異常に低い部屋がある一方で他の部屋は現地の建築基準をはるかに超える高さを持っています。この不自然な不一致はある可能性を示唆しています。この都市は人間とは異なる身体構造を持つ別の生物、あるいは複数の種族が利用するために設計されたのではないか。そして最も危険な第3の仮説、ナンマドールは地球外の拠点であったという説です。この説の支持者はナンマドールの位置が地球のエネルギーグリッドの結節点と正確に一致していることを指摘します。ここの磁場には小さくも安定した偏りがあり、現代の電子機器でさえ長時間作動させると不具合が生じることがあります。先住民はこの場所が少女の世界に属していないと信じています。伝説によればナンマドールに泊まる者は夜水の上を歩く足音を聞くといいます。宇宙人がいたという直接的な証拠はありませんが、古代の人間にこれが可能だったという
納得のいく証拠もまた存在しないのです。ナンマドールは歴史のデッドゾーンに存在します。科学は結論を出すのに十分なデータを持たず、神話は無視するにはあまりに具体的すぎます。最も不気味なのは建設方法ではなく、そこが意図的に放棄されたという点です。戦争の後も天災も疫病の形跡もありません。建設者たちは任務を完了し、整然と立ち去ったかのように見えます。もしナンマドールが住居ではなく一種の中継ステーションだったとしたら、もしそれが人類のためではなく私たちの前、あるいは並行して存在した別の文明のためのものだったとしたら、人類の歴史が洞窟から始まったのではなく遠い昔に去っていった誰かの影の中で始まったのだとしたら、これはまだ最初の遺構に過ぎません。次の遺跡は古代文明に関するあらゆる定義を完全に過去のものにしてしまうでしょう。第5の遺跡、深海の構造物、地球のものではない海底都市。もしあなたが全ての古代遺跡は地上にあると思っているなら、この最後の遺跡はこの惑星の歴史そのものを再考させることになるでしょう。なぜならそれは砂漠でもジャングルでもなく、砂や氷にうずもれているわけでもないからです。それは太陽の光が一度も届いたことのない現代の建造物なら跡形もなく押しつぶされてしまうほどの超高圧の深海に存在しています。そして最も恐ろしいのは、その構造が人類のいかなる建築様式とも似ていない点です。近年の深海調査船は海底に散らばる巨大な幾何学的な物体を記録してきました。完璧なテラス、垂直に切り立った面、そして偶然とは思えない精度で積み上げられた多角型のブロック。それらは海底の地形とも火山岩とも基地のいかなる堆積物とも異なります。それはまるで置き去りにされた都市のようです。正当な科学界はこれを珍しい自然現象だと呼びます。しかし自然は数百メートルも続く直線を引きません。完璧な90度の角を作ることも、建築上のパターンを正確な比率で繰り返すこともありません。特に不可解なのは、これらの構造物が日本沖、アゾレス諸島近く、太平洋の深部、そして南大西洋の円など、磁気測定デバイスがかつてない異常を記録し続けている世界各地の地点に出現していることです。もし海洋が古代人類の遺跡を隠している場所ではなく、地上に一度も住んだことのない別の文明の墓場だとしたらどうなるでしょうか。論争を呼ぶ一つの仮説は、これらは水中ではなくそこに海が存在する以前に建てられたというものです。これは恐ろしい可能性を示唆します。かつて海面が今よりはるかに低かったか、あるいは地球の表面が今とは全く異なる形状をしていたということです。しかし地質学的データは、現在の深海底が乾燥した陸地だった時期は近年の数百万年の中で一度もなかったことを示しています。では一体誰がそこで建設を行ったのでしょうか。第2の仮説は正当な歴史学にとってさらに危険なものです。これは地球の遺跡ではなく、私たちのように大気の中で進化したのではない文明によって作られた構造物であるという説です。光のない高圧の環境下で全く異なる生物学的構造を持って生きる生命体。もしそうなら人類はこの惑星で最初の知的文明ではありません。私たちはただ地上に住んだ最初の文明に過ぎないのです。一部の独立研究者はこれらの構造物が地球のエネルギーラインの交差点に正確に位置していることを指摘しています。それは偶然ではなく、かつて惑星全体を覆っていた巨大なシステムの係留施設や土台のようなものではないでしょうか。時が経つにつれシステムは崩壊し沈み海に飲み込まれたのです。そして第3の最も人々を不安にさせる仮説、これらの構造物は実は放棄されていないという説です。ただ人間が認識できる方法で活動していないだけだとしたら、ソナー信号は時折ゆっくりとした深く規則正しい鼓動のような振動を記録します。生物学的とは言い切れず、かといって地質学的な現象とも思えない、あたかも何かがまだ眠っているかのようです。これまでの遺跡、古代の道具を超えた構造物、科学以前の正確な地図、時を超えたテクノロジーの痕跡をつなぎ合わせてみてください。恐ろしい絵が見えてくるはずです。地球の歴史は直線的な進化ではなく、出現、消滅、そして抹消のサイクルであるという絵が、サイクルがリセットされるたび
残されるのは次世代の文明には説明不可能な断片だけ。人類は古代の遺跡を探索しているのではなく、知らず知らずのうちに先代の覇者たちの瓦礫の上を歩いているのかもしれません。最後の、そして誰も答える勇気のない問い。私たちはサイクルの始まりにいるのか、それとも次の終わりの直前にいるのか。もし人間のものではないこれらの謎を解き明かす旅を続けたいなら、チャンネル登録を忘れないでください。私たちが今話したことは巨大な真実を覆う薄い氷の一枚に過ぎないのかもしれないからです。そして起こされることを望んでいない遺跡も存在するのです。